こんにちは、ジパング55のタカです。今私は、長野県阿智村にある、モッキというグランピング施設に来ています。阿智村は、日本一の星空を楽しめる場所として有名です。そんな場所にあるグランピング施設で、ゆっくり過ごしたいと思います。このチャンネルはホテル紹介を中心に、日本の魅力をご紹介しています。動画作りの励みになるので、チャンネル登録、高評価いただけると嬉しいです。それでは早速向かいたいと思います。東京駅からは車で4時間ほどかかるので、結構遠めですね。東京から向かう場合は、どの方法も最後は車移動になります。かなり山中にあるので、仕方ないですね。この施設は、2022年にオープンしたばかりで、星をテーマにしているそうです。今日も星が見れるといいんですが、天気が悪そうなので、少し心配ですね。それではまず、受付でチェックインしたいと思います。荷物はカートで運んでくれました。受付のある建物では、各種手続きを行ったり、アメニティ類の貸し出しを行っています。暖炉もあり、温かみがありますね。アメニティは必要なものを持っていくスタイルでした。ヘアブラシ、カミソリ、歯ブラシ、ボディタオルなどがありました。フリーサイズのパジャマが部屋にもあるそうです。コーヒーも4種類のコーヒー豆から選び、自分でひいて自由に飲むことができます。器具も一式セットになっており、すぐに持っていけるようになっていました。すぐに食べれるインスタント食品やモッキのグッズも販売しているようです。ボードゲームの貸し出しも行っており、楽しく過ごせそうです。意外に種類も多いですね。クラフトビールをはじめ、お酒も販売していました。近くにコンビニもないので、お酒が足りなくなった場合はここで購入する必要があります。それでは本日宿泊するテントに向かいたいと思います。部屋タイプはいろいろありますが、今回私が泊まる場所は、一番リーズナブルに宿泊できるテントです。トイレとバスルームがついておらず、共同になっています。こちらがテントです。隣にはバーベキューができるエリアもありました。入り口はチャックで、自身で開けて入ります。テント内は広く、椅子と机、4人ベッドがありますね。天井も高いので、部屋が広く感じます。冷蔵庫も大きく、冷凍庫もいろいろ入りそうです。冷蔵庫が大きいと食材が入るので嬉しいですね。ケトル、ランプ、ティッシュなどもありました。マグカップもありました。バーベキュー用の食器類などもあります。蚊取り線香などの虫除けもありました。加湿器、バスタオル、パジャマもありました。毛布などもあるので、寒くても安心ですね。ベッドも意外に広く、かなりふかふかそうですね。枕元にもコンセントがあるので、充電もしやすそうです。部屋の隣にはバーベキューエリアがあり、ここで自由に調理が可能です。バーベキューする場合は、こちらのグリルセットを借りる必要があります。鉄板などはなく、網焼きのみ対応をしていました。近くのゴミ箱も分かれていたので、分かりやすいですね。先ほどコーヒーをもらってきたので、豆をひいて早速飲みたいと思います。電動ミルじゃないので、豆をひくのも時間がかかりました。今回はこちらのお部屋に1泊します。値段は1人17,600円でした。グリルは1部屋4,950円でした。食材をつけるプランだと、さらに7,000円ほどかかるようです。今回は自分たちで食材を持ち込んで調理したので、食事代はかかりませんでした。私が泊まっている部屋が一番リーズナブルな値段です。テントタイプ以外にも、部屋になっているものや、ドーム型で外が見えるようになっているものなど、いろいろありました。シチュエーションに合わせて、部屋タイプを使い分けられるのはいいですね。
この一番下のタイプのテントはクーラーがないので期間限定で開放しているようです。確かに真冬はかなりきついかもしれません。真夏も利用できるみたいですが、かなり暑いのでその場合は少し高くてもテント以外の部屋がおすすめです。それでは施設内を見てみたいと思います。ドリンクを自由に飲むことができる場所もありました。利用可能時間は夕方から夜と朝食の時間帯限定です。ドリンクを入れる場所はそんなに広くないので人が多いと少し混み合いますね。ドリンクの種類は多く、ジュースなどのソフトドリンク、ココア、カフェモカ、コーンスープなどがありました。ハイボール、チューハイ、生ビールもありました。アルコールも飲み放題なのはびっくりですね。他にも白ワイン、赤ワインなどもあります。ワインはボトルがなくなり次第終了みたいです。長野牛乳などもありました。ドリンクをその場で飲めるスペースもありましたが、広くないので皆さん外で飲んでいました。中央に小川なども流れており、のどかな雰囲気ですね。中央には焚き火台もあり、晴れていれば焚き火でマシュマロも焼けるようです。私も後で参加したいと思います。外で遊ぶ道具も置いてあり、自由に遊べるようになっていました。バドミントンやシャボン玉、フリスビーなどがありました。自由に遊べるのは嬉しいですね。大人でも無邪気に遊べそうです。それでは受付棟に向かい、お肉に使うスパイス作りとピザ作り体験に行きたいと思います。受付棟にはハンモックもありました。ただここは人通りがあるので少し気まずいですね。今日は雲が厚いのであまり星は期待できなさそうです。館内にはスパイスバーがあり、好きなように調合できるようになっていました。スパイスの種類もかなり豊富ですね。説明も書いてあるので分かりやすいです。スパイスの調合表もあり、どのような調味料を作りたいかに合わせてスパイスを調合できます。計量器で測りながら調味料を入れ、すりつぶすだけなので簡単でした。後で料理に使いたいと思います。続いてはピザ作りです。1枚1000円でピザ作り体験が可能です。ピザ生地や具材などは用意されており、手順も記載があるので分かりやすいですね。まずはピザ生地を伸ばしていきます。生地はかなりもちもちですでに美味しそうでした。ピザソースを塗った後、好きな具材をトッピングしていきます。具材が多いと中央の生地が焼けないそうなので注意が必要です。最後にチーズをトッピングします。近くにあるピザ窯でピザを焼きます。焼き方は意外に本格的でした。あとはピザを定期的に回しながら2分ほど焼いたら完成です。きれいに焼けました。とても美味しそうですね。だんだん日も暮れてきました。この辺りは山の中なので夜になると真っ暗になるようです。それではこれからバーベキューをしながらゆっくりしたいと思います。まずは先ほどのピザを食べたいと思います。少し焼きが甘かったのか具材がずり落ちてしまいました。ただ味はとても美味しく満足度が高いです。大人でも楽しめるのでぜひ体験してみてください。それでは早速調理を始めていきたいと思います。今回はアヒージョやお肉などを焼き、ご飯を自前で炊きたいと思います。アヒージョはオリーブオイルと白ワインを少し混ぜ、マッシュルームとエビ、ニンニク、鷹の爪などを入れました。パンをつけながら食べると最高に美味しかったですね。グランピング施設で食材を用意してもらうこともできます。ただ自分で食材を選んだ方が好きなものを食べれますし、値段も比較的安かったですね。
信州のビールなどもスーパーに販売していたので、よりご当地を楽しめます。お肉や野菜なども焼きました。グリルできるので野菜がより美味しく焼けますね。こちらは先ほど作った調味料です。パプリカパウダーを加えたので少し赤っぽいですが、辛さは控えめです。塩と胡椒も自分たちで調合することができました。ステーキ肉も2枚購入し、先ほどの調味料と塩胡椒で味付けしました。ステーキ肉を焼くとより美味しそうに見えますね。よく焼いたお肉はとても美味しそうです。ご飯もうまく炊けました。先ほどのお肉をご飯の上に乗せてステーキ丼にしました。とても美味しそうですね。お肉はいい感じに焼けていたので美味しくいただけました。こういった感じでバーベキューを楽しめるのはいいですね。食事付きのプランはこのようなメニューでした。内容も充実していて美味しそうですね。準備が大変な方は用意されたものを食べてもいいかもしれません。外なので虫は多少入ってきますが、蚊取り線香を焚いているのと周囲をシートで囲っているのであまり気になりませんでした。それでは外で焚き火をやっているようなので参加したいと思います。宿泊者が集まってマシュマロを焼くことができました。マシュマロは大きく、焼くとさらに甘くなってとても美味しかったです。マシュマロは希望すればおかわりできます。火が温かく、とても心地が良かったです。ぜひ皆さんも体験してみてください。そして肝心の星ですが、今回は曇っていて全く見えませんでした。本来ならこのような星空が見えるそうです。皆さんにも綺麗な星空をお届けしたかったのですが、残念です。阿智村は星空が綺麗で有名なため、近くで星空ツアーなども実施しています。グランピング施設内だけでなく、他の場所で見てみるのもいいですね。受付棟にあるシャワー施設に来ました。テントタイプの部屋はシャワーがついていないので共有です。思っていた以上に綺麗ですっきりしていますね。洗面台も広めなので朝の準備も行いやすそうです。ドライヤーやヘアアイロンも備え付けられていました。女性には嬉しいですね。シャワールームも十分な広さがあり、清潔感がありました。シャンプー、リンス、ボディーソープなどは備え付けがありました。チェックイン時にスキンケアセットも渡してもらいました。洗顔、化粧水、乳液などが入っていました。女性はさらに豪華で、スキンケアの種類も多いです。美容パックも入っており、充実していますね。それではテントに戻ってきました。電気をつけると結構明るいですね。豆電球も可愛いですね。私はグランピング施設を2回しか利用したことがありません。前回のグランピングしか比べられませんが、値段もリーズナブルで、内容も充実していると思います。星が見れないのは残念でしたが、それでも十分楽しめる施設だと思います。テントの欠点としては、出入り口がチャックで開け閉めするので、出るのが面倒なのと、トイレが遠いので地味にストレスでした。そういったことが嫌であれば、高めの部屋に宿泊するのもいいかもしれません。星をテント内に映し出す、プラネタリウムの機械もありました。タイマーもセットできたので、今日はこれで星空を見たいと思います。星空をテント内に映し出すと、意外に綺麗でした。外が真っ暗なこともあり、とても綺麗に見えました。今日はこの星空を見ながら眠りたいと思います。おはようございます。テントは日の光が明るく、朝になると自然の目覚ましでした。それでは、これから朝食を作ります。昨日余った食材を使って、ハンバーガーを作りたいと思います。朝から肉を焼いて食べるなんて豪華ですね。準備ができているので、
すぐに焼けるのがとても楽でした。こちらが焼いたお肉と野菜です。これを温めたパンに挟んで食べたいと思います。朝からワイルドな朝食になってしまいました。味はかなり美味しかったですね。お肉がジューシーでパンとよく合いました。ドリンクバーも8時から9時の間は利用可能です。お酒は飲めないようになっていました。コーヒーも豆からひけるので、時間がある方はコーヒーを入れてもいいかもしれませんね。それでは今回の阿智村グランピング施設、いかがだったでしょうか。皆さんに綺麗な星空をお届けできなかったのが心残りではありますが、とても楽しめる施設でした。阿智村はいつかリベンジして綺麗な星空をお届けできたらと思います。動画作りの励みになるので、チャンネル登録、高評価いただけたら嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回動画でお会いしましょう。さようなら。